こんにちは、ジリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈へのグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスターの提供でお送りしております。コインポスターが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。先日のオードリー・ターンの参戦に続いて、日本から岸田首相やスティーブ・アオキ氏の参戦も決まりまして、また話題になっております。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。で、またこの WebX のチケットに関しては、概要欄のリンクから入っていただくと、通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますので、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。あと、ここから通常通り海外の状況を見ていきますと、まず昨日の米国の ETF のフローは、またブラックロックの公開が遅れてますが、現時点では全体でプラス1億ドルの純流入を記録しています。フィデリティ、フランクリン・テンプルトンの流入が目立ちますね。これで全体では4日連続のプラスとなっております。一方、香港の方はプラス 124.73BTC、ドル換算では714万ドルとなってます。イーサゼロとなってますね。あと、オンチェーンの方ではまたドイツ政府の売りが話題になってます。送金総額を見ると、約1万 BTC ほど6億ドル以上の送金が確認できます。フロートレーダーズ、コインベース、クラーケン、いつものアドレスにも送金されてますね。ただ保有額は着実に減ってまして、昨日の時点では 24,000BTC でしたが、現在ではもう 15,500BTC ほどになってます。5万 BTC ありましたけども、ここ最近の送金であっという間になくなりましたね。このペースだと明後日には空になるんでしょうかね。あくまでこのアドレスはの話ですけど、このドイツ政府のアドレスからビットコインがなくなる頃ですね、市場がどのように動くのか注目ですね。あとはビットコインを長期保有しているクジラが現物を急速に買い集めているのも話題になっています。クジラの保有量は月間で 6.3% 増加、2023年4月以来のペースで集めているということで、価格の底打ちが近いんじゃないかという見解が出ています。ただ2023年4月あたりを見るとですね、そこまで上昇してなくて、2023年10月から本格的な上昇に入っているので、このデータだけを考慮するとですね、6ヶ月くらいの猶予があります。まだステーブルの流動性が足りないから、上昇するには時間がかかるという見方もありますけども、今後上昇に向かうのか注目ですね。あと他ではビットワイズの CIO が、ビットコインは年末までに10万ドルに達すると声明を出したこと、またバーンスタインのアナリストが2025年末までにビットコインは20万ドルに到達すると予測を出したことなどが話題になっています。ビットコインの価格は現在57,600ドルあたりを推移しております。昨日の要人発言の方では、またパウエル議長が長期的なインフレ期待は十分に安定していると、先のデータはインフレが緩やかにさらに前進していると発言してまして、市場はこれをハトハト捉えて、米金利は昨日から若干下落しています。米国債金利は 4.29 を推移しておりまして、ナスダックが 2675 と、再度 AT 値更新、S&P500 が 5634、ダウ平均が 39,720、金ゴールドが 2,374 ドル、日経平均が 42,166 円、ドル円が 161.6 円となっております。個別株の方では、ジャック同士のブロック社がコアサイエンティフィックと提携を発表してまして、この提携でコアサイエンティフィックは、ブロック社からハッシュレット約 15X ハッシュの新たなマイニング ASIC を供給されることになりまして、マイニング容量の拡張が期待されています。コアサイエンティフィックの株価はプラス 2.2% となっています。ビットコインの先物の方では、OI は全体でマイナス 0.4%、額としては280億ドル相当、比率としては全体ではショートが 50.2%、マイナス目はロングが 67.1% と下寄りになっています。今後の指標としては、本日7月11日に米 CPI、7月12日に米ミシガン大学消費者信頼感指数、7月15日に中国の実質 GDP、米ニューヨーク連銀製造業景気指数などが控えております。米金の下落からナスダックが引き続き強くなってまして、金、ゴールドも上向きになってますけども、仮想通貨市場は ETF の利入が回復しながらも比較的弱い状況が続いています。市場では米株とビットコインの相関が崩れてきているのが話題になってますね。最近のドイツ政府の売り圧とマウントゴックスの債券者分配が要因とされてますけども、いつもこのチャンネル見たり市場を見てる方からしたらですね、もっと前から兆候があったような気もしますよね。本日重要指標の米 CPI も控えてますので、その前後までは警戒が続きそうですが、予想では前回 3.3% を下回る 3.1% が掲示されてまして、その通りの結果となるなら、株価にはプラス要因になりそうですが、果たしてどうなるんでしょうかね。
これから取り上げるアルトの方は局地的に吹いてるところもありますので、アルト市場の方にも期待したいですね。チャートだけ見たら、底値を切り上げながら58,000の攻防となってますが、足足レベルで見ると、63,000あたりを超えないと楽観的にはなれないのかなと思います。下サイド55,000あたりで耐えられるかが焦点になると思います。今後の市場の動向に引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。ビタリックがベルギーで行われているイーサ CC の講演で 50% 攻撃への対応を自動化する方針を推進したことが話題になっています。ビタリックはですね、50% 攻撃への対応の自動化こそが私たちがさらに研究し構築すべきものだと、これが実現すれば社会的合意に必要な労力が大幅に軽減される状況に近づくと主張しています。で、この 50% 攻撃って少し前に現在のビットコインやイーサリアムの時価総価を考えると、現在では 50% 攻撃を仕掛けるのは不可能なんじゃないかと言われ始めまして、通貨のセキュリティがまた高くなったみたいなことで、また界隈が盛り上がってましたけども、イーサの多さビタリックはですね、この 51% 攻撃への対応の自動化が必要であると考えているようですね。これはこれで別にいいんですけど、別にっていうか、私は気になったのはね、昨日物議を醸してたこの投稿ですよね。このイーサ CC の一部の写真を使った投稿なんですけど、投稿文を見るとですね、WOW、ドットのギャミウッドがステージ上でイーサリアムを離れたことを後悔していると発言し、ポルカドットはイーサリアムに再び統合されると発表しましたと、ジョセフ・ルービンが1ドットあたり 0.002 イーサで買い戻すようですと、写真はビタリックが契約を締結しているところです。彼らは抱き合って泣きましたと書かれています。で、この投稿を見た界隈の著名人が、みんな拡散してですね、ドットなくなるのみたいな噂が流れたんですけど、結果この投稿はただの FUD、嘘で、実際にはそのようなやり取りはなかったみたいですね。で、こういうネタ投稿ってね、普段そんなに真に受けないんですけど、なんか昨日のはね、発信者の影響もあってか、結構真に受けてしまった人多いですよね。現在ドットの価格には影響してないみたいですけど、この投稿を見て先物入った人もいたんじゃないですかね。イーサの価格は現在3075ドル、BTC 建ては 0.0534 と昨日からは上がっております。先物の方では、OI は全体でプラス 0.9%、額としては122億ドル相当、比率としては全体ではショートが 53.5%、バイナスミはロングが 74.2% と下寄りになっています。昨日のスポット SATF の各社の手数料競争からその後進展ありませんが、3000ドルで一旦跳ねましたけども、また下向きになってますね。これをまた本日米 CPI 次第だと思いますが、チャートだけ見たら、下サイト3000ドルで反発できるかどうか、上は3200の抵抗を超えて、3500の山を超えられるかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あと、ここからその他の動向になります。先日ビットコイン2024がトランプに出演を依頼しているというのが話題になってましたけども、どうやらそれが実現するようですね。トランプは7月27日にナッシュビルで30分ほど講演する予定とされています。出来高低いアルトとかならね、このイベントに向けて上がって、で、イベント開始あたりで事実売りで下がるみたいな動きになりそうですけど、ビットコインほどの規模になるとどうなるんでしょうかね。イーロンとかだったら未だに動くのかもしれないですけど、トランプはどうなんでしょうかね。あと16日くらいですか。ビットコイン2024の7月27日あたりの動きにも注目したいですね。あとは米国のエネルギー市場 EIA がまたマイニング企業の調査を実施しようとしているようです。で、これ前回は米国の電力消費問題からマイニング企業が必要以上に電力を使ってるんじゃないかということで、この EIA が調査に踏み切るという話だったんですけど、その後ブロックチェーン団体やマイニング企業が反対の声明を出して EIA を訴えた結果ですね、EIA が調査を撤回して無事終わったように思えたんですけども、今回また調査を再開する動きになっているようですね。マイニング企業の株価は現在は影響ないみたいですけども、これも今後市場に影響が出るのか注目ですね。あと他で米国のハイテク業界団体と言われている進歩会議所がバイデンに仮想通貨規制の支持を表明するよう求めたり、トランプ批判をしたこと、また米国の上院議員らが CFTC に仮想通貨を含むデジタル商品を規制する権限を与える法律を推進しようとしていることなどが話題になっています。あとはカンボジアの闇サイトヒューヨンギャランティが詐欺罪など複数の犯罪関与で110億ドル相当の仮想通貨を調達したことが指摘されて話題になっています。で、このヒューヨンギャランティはですね、ディープフェイクの作成とかマネロン、詐欺など違法サービスを提供していることもそうなんですけども、カンボジアの首相、フンマネ氏を含むカンボジアの王族とも関係があるとされてまして、そこも問題視されています。で、公開されている写真を見るとですね、その拷問というか、暴行で脅してるような写真も出てて、
内容も結構ショッキングなものがありますね。取引されている通貨は主に USDT とされてまして、またテザーと闇市の問題が出そうなんですけど、市場に影響ないとしても規模が大きいので、その後の進捗が気になりますね。あとアルト関連ではティアの高騰が話題になってます。特別大きなファンダがあったように見えないんですけど、ショートの生産を巻き込んで、週間でプラス 30% 以上の高騰となってまして、ジョイアルトの中でも高いパフォーマンスを出しています。ティアの価格は現在 $6.9、時価総額は64位ですね。OI はマイナス 15% とかなり減ってますが、モジューラ系の逆襲となるんでしょうかね。セレスティアの今後にも注目です。今日はこのところですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。